こんにちは、山野です。今回は羊毛フェルトで作るパグの解説を行っていきます。今回骨組みには 1.5mm の太さのアルミワイヤーを使用しております。作る作品のサイズやワイヤーを入れる場所によって太さを変えております。だいたい 2mm や 1.5mm が多いです。今作っているのは背骨に当たる場所になります。頭のところを直角に曲げたら背中を少し丸めて、尻尾のところは長めに残して切っております。長めに残す理由は、作っていくと大きくなってしまうことがよくありますので、後で足りなかったというふうにならないように余分目に長く残しています。次は前足を作っていきます。長めにワイヤーを切ったら半分に折って背骨に1回転して巻きつけます。巻きつけた箇所をできるだけ引っ張って縛っていくのですが、それでは完璧には止まりませんので、ペンチで挟んで輪っかを潰し固定します。この動画内ではラジオペンチを使用しておりますが、先の太いペンチの方が力が入ってしっかりと潰すことができます。固定できたら前足の骨格の形を見ながら、それに近い形で骨組みを曲げていってます。今曲げたところは肘の位置です。今曲げたのは手首の位置、それから指先のところを曲げて、こちらも尻尾のところと同じく長めにワイヤーは残して余分なところを切ります。今回はお座りのポーズになりますので、後ろ足にはワイヤーを入れておりません。左右の足の長さを揃えて、しっかりと3点バランスよく立つか確認したら、次はベースの羊毛を巻きつけていきます。今回はアナンダというショップのフランスという羊毛を使用しております。少量手でちぎったら、まずはワイヤーに細くきつく巻きつけていきます。最後までしっかり巻きつけると少し引っかかってくれます。毛糸の端をどこでもいいので沿わしたら、ニードル1本で毛糸の先端を中に差し込んでいきます。差し込んだら足を左手で押さえながらきつく巻きつけて、羊毛がずれてこないようにします。しっかり巻きつけたら、ハサミで毛糸を切って切り端を羊毛の中に差し込んでいきます。ニードルがワイヤーに当たると折れてしまいますので、中心を避けるように刺して作業を進めていきます。同じようにして残りの背骨部分も巻きつけていけたら、次は肋骨の部分を盛り付けていきます。少量手に取ったら、まずはマットの上で小さく丸めていきます。丸めたら前足の間に置いて、先ほどと同じく毛糸を沿わせたら、先端をまずは刺して中に入れ込んでいきます。毛糸の端を指で押さえながらきつく巻きつけていきます。この時先ほどよりも羊毛の分量が多いので、より力を入れながらきつく巻きつけていきます。巻きつける時は前足を固定しないように背骨とだけ巻きつけるようにしています。前足が今自由に動く状態ですので、不自然な位置で前足を固定してしまわないように腕を避けながら背骨とだけ固定をしております。ある程度巻きつけたら毛糸を切って先端を刺して羊毛の中に入れていきます。先ほどと同じ要領で下半身部分にも羊毛を足していきます。今はとにかくどんどんボリュームを出していっておりますので、表面の凹凸はそこまで気にせず
固く縛っていくというところだけを気にしながら作業を進めております。盛り付ける分量はできる限り理想とする太さまで一度に盛り付けられるといいんですが、他の場所とのバランスを見ながらでないと自分の中で正解とする大きさがどのぐらいなのかが判断できないということもありますし、私の今まで作ってきた癖でいうと思っているサイズよりも大きくなってしまうことのが多いので、ちょっと小さいかなというぐらいの分量を盛り付けて徐々にイメージしている作品のサイズへと近づけていくようにしています。今は体を太らせるために側面に羊毛を足していっております。今使用している針はスパイラルというニードルのおそらく38番の太さのものを2本セットした状態で使用しております。スパイラルというのは先端がねじれた形状になっているニードルです。私はそのスパイラルの38番と40番という太さを2種類持ってるんですけれども、数字が小さい方が太い針になります。手芸店で見かけるニードルと比較すると、私の感覚ではクルバーというメーカーの太針はスパイラルの38と40の間ぐらいに当たるかなと考えています。今のこのようなどんどんと胴体を盛り付けていく作業では、中心部分をしっかり硬くしていきたいので、粗めの針を使って作業するようにしています。ぼってりとした体になるように厚みを出したり、下半身部分の足りないところにどんどんと盛り付けていってます。この作業の時は今のこちらのように背骨がどんどん曲がってきてたのが伸びてくることがありますので、時々元に戻しながら縛っていっております。胴体がある程度盛り付けれましたので、首の部分も羊毛を足していってます。一度座らせてみて、前足や背骨のバランスを整えています。次は頭の部分のボリュームを出していくところです。小さく手で丸めたら、ニードルで刺して顔の部分のボリュームを出していきます。今こちらはスパイラルの針を使っているんですが、太さはおそらく38番を使っていたかと思います。針はだいたい4種類ぐらいを使い分けたりはしてるんですけれども、この段階ではこのメーカーのこの針を使うというような強いこだわりは私は特別なくて、その時の作品のサイズや使っている羊毛の種類や気分などによってなんとなくで使い分けています。次の動画ではメリノの羊毛を使って前足、胴体、太ももの盛り付けについて解説を行っていきます。